こんにちは、ずんだもんです。今回は古めだけど、まだまだ使える中古のオートパソコン、バーサプロでカタリナを動かしてみようと思います。スペックはこんな感じだそうです。妖精の中田さんが基本の EFI をどこからか持ってきて、直して動くようにしちゃいました。今回はちょっと長くなっちゃったのですが、インストールと Wi-Fi と Bluetooth、ここまでやれました。今回はそのゼロで作ったバーシャルマシンを使っています。それからクローバーコンフィギュレーターのインストールと使い方は以前の動画を見てマスターしてください。よろしくお願いします。やっぱり面倒なことは嫌なので、これは全部フィクションです。こんにちは、ずんだもんです。今回は妖精の中田さんがお友達から聞いたノートパソコン、スカイレイクの入ったバーサプロを動くようにしちゃいます。この前と同じようにマルドンさんのノート用の EFI が使えると思っていました。しかしあえなく起動でパニックが起きて止まってしまいます。妖精の中田さんが EFI を直してくれました。中田さんの言うにはレノボの T460 だっけと似ているそうです。そこで中田さんはグラフィックスの値を調整したら動いたということです。デバイスの設定とか言ってました。でも動くなら OK でしょう。ずんだもんが動かして説明しましょう。この方法でモントレーも動くのです。でも前回はインストーラーの新しい OS しかダウンロードできませんでした。今回は古いカタリナで動かしてみちゃいます。今回の方法は大きく分けて2つです。1つ目はとりあえずスカイレイクのバーサプロで動く EFI でインストール。2つ目はちょっと苦労したけどノートだから Wi-Fi と Bluetooth くらいはなんとかしてみるです。まずはじめにそのゼロで作った VMware のマザーマシンからスタートします。そのゼロを見てマザーマシンを作っておいてください。よろしくお願いします。まずカタリナのインストーラーをダウンロードします。黄色い文字で検索してこの文字のところを押してから下へスクロールしていくとこんな長い文字のところがクリックできそうですが、ぐっとこらえて右クリックしてリンク先のファイルをダウンロードを選択します。これでインストーラーをダウンロードできるファイルが手に入ります。Mac データのハードディスクにひとまずコピーします。そうしたらターミナルを用意して黄色の文字の通り打ち込みましょう。ファイル名などは途中まで打ち込んでタブキーを押すと検索して補ってくれます。便利な機能ですね。プログラムが動きました。このプログラムではモハベからモントレーまでがダウンロードできるようです。ここでは最新のバージョン
タリナを選択しました。時間がいっぱいかかるのでカットしました。 Mac データのハードディスクにこのような DMG インストーラーができていますので開きます。このように MacOS カタリナインストールというアイコンが出ます。ファインダーを開いてアプリケーションに入れちゃいましょう。これでインストーラーを書き込むはじめの準備ができちゃいました。ここで USB メモリを挿してこの VMware の仮想マシンに接続しましょう。今挿した USB メモリをディスクユーティリティで消去します。名前は USB としましょう。次はインストーラーからの書き込みです。ターミナルに上の文字列を入れましょう。さっきと同じように一部だけ打ち込んでタブキーを押すと楽できますよ。書き込みが始まりました。だいぶ時間がかかるのでカットしています。次は妖精の中田さんが作ってくれた EFI フォルダを EFI パーティションに入れます。ずんだもんハッキンとシュで検索したのですがまだずんだもんのページが出てきません。中田さんのお友達のページからクリックしてたどり着けました。 Google の意地悪。さてここで妖精の中田さんの直してくれた EFI フォルダが手に入ります。 ZIP ファイルの名前は黄色い字の通りです。ここでそのゼロの動画で使ったクローバーコンフィギュレーターを使って USB メモリの EFI パーティションを開いてさっきダウンロードした EFI をコピーしちゃいます。こんな風にドラッグ&ドロップでいいです。こ
れで基本的に動きますし、うまくいけば音も出るでしょう。最後にきちんと取り出し操作をしましょう。次はこの USB メモリをノートパソコンに挿してここから起動します。バーサプロはおおむね F12 キーを連打しながら電源を入れることで選択画面が出るので、このように USB メモリからの起動を選択します。起動のメニュー画面が出たら、はじめはこの項目を選びましょう。この画面が出たら、インストール先の SSD を選んで、このようにディスクユーティリティで消去した後に、インストールメニューでこのディスクを選んで、インストールを始めましょう。何度か再起動しますが、F12 キーで必ず USB メモリからの起動を選んで、2度目からはこの SSD の名前からのインストールを選びましょう。後になるとインストールの項目がなくなるので、ブートを選びます。インストールが終わるとこの画面が出ますので、スキップできるところはスキップして設定していきましょう。アカウントはずんだもんにしました。最後にログイン画面にたどり着きます。ひとまずお疲れ様でした。次にちょっと失敗もあったのですが、 Wi-Fi と Bluetooth を動かします。今のバージョンですが、上の ZIP ファイルをダウンロードしてカッコ内の KEXT ファイルを入れればうまくいきそうです。今回は一つずつ検索してダウンロードしていきました。次に EFI フォルダを USB メモリからコピーして、さらに先ほどの KEXT ファイルを追加します。最初に開いたのが USB メモリの EFI パーティションです。次はインストールされた SSD の EFI パーティションです。単純にコピペしちゃいます。
れに書いてある全部で3つの AEXT ファイルをここのフォルダに追加します。再起動して SSD から起動しました。このように Bluetooth は使えました。しかし Wi-Fi は機械上はあるようなのですが、ネットワーク一覧に出てきません。ネットワークを調べるコマンドを入れても見当たらないのでダメ元ですが、この黄色の文字を打ち込んで再起動してもうまくいきませんでした。うまくいく望みはまだあります。リリース前つまりプレリリースのエアポート ITLWM があるようです。バージョン220のプレリリースがありました。こっちの方が新しいので動くかもしれません。グローバーコンフィギュレーターを使って取り替えちゃいます。新しい方の KEXT で置き換えてしまいます。さて結果ですが、やっぱりダメでした。同じように設定ファイルを消してみても無理でした。そこで方法を変えて ITLWM、AEXT とヘリポートというアプリで動かしてみることにしました。今回もそれぞれを検索してダウンロードしました。一応新しいので ITLWM はプレリリース版をダウンロードしちゃいました。ここでもグローバーコンフィギュレーターを使って入れ替えちゃいます。エアポート ITLWM
スティはゴミ箱に入れて、ITLWM AEXT を代わりに入れます。ここで念のため一旦再起動です。次はヘリポートというアプリをインストールして起動時に立ち上がるように設定します。きちんと Wi-Fi が受信されているようです。ログイン項目に入れてログイン時に動くようにします。そして Wi-Fi の設定をしました。再起動してログインしたところ、きちんと Wi-Fi が働いていました。なおよく音は出ました。トラックパッドは使えますが、設定上はないことになっていたり、電源管理の設定はできませんが、ノートパソコンに必要な基本部分は動くようになったと思います。思いのほか長くなってしまいました。見てくれてありがとうございました。